では今回ね、小本。今日からはうんダンテの新曲ならぬ地獄界から仏界までの旅をもう一度しましょうっていうことになりますね。これなんかいいですね。最初の頃はここでしたもんね。そうですよね。実界を覚えるというか、そう実界論なんて何回やってもいいんですから、何回やっても、ただこの持論本まで我々勉強してきまして、それを経た上でもう最終的なというかね、地獄界からの旅になると、より深くまた実界論が学べるんじゃないのかなっていうことですよね。入ってくる情報がちょっと違うかもしれないですね。最初の頃とは全然違うと思いますんで、確かに本当の意味での実界論の旅をかっこよしていきましょう。はい。地獄界不自由な怒りのうめき声。池田では実界の一つ一つについて経文と五書を拝しながら見ていくことにしよう。大前提として理解しておきたいのは、法華経で実界語具が明かされたことによって初めて実界を人間自身の境外として語れるということです。実界語具については改めて論じたいが、この語具がなければ実界の主情は別々の世界に住む互いに全く無縁の存在でしかない。斉藤、人界の主情、我々のことですがの生命にも実界が備わっていると説かれたからこそ、実界を境外論、生命論として理解できるわけです。そこから境外の変革も可能となるのですね。須田、実界それぞれの名前ですが、法華経の星功読本第19章に出てきます。三千大千世界の下阿鼻地獄に至り、上宇宙に至る。その中の内下の種々のあらゆる五言の音情、南生、女生、天生、流生、夜叉生、阿修羅生、地獄生、畜生生、餓鬼生、正門生、百死仏生、菩薩生、仏性を聞かんと、この正常な耳をもって三千大千世界の下は阿鼻地獄に至り、上は有頂天に至るまで、その中の内外にわたる種々のあらゆる言葉の音章、男の声、女の声、天の声、竜の声、夜叉の声、阿修羅の声、地獄の声、畜生の声、餓鬼の声、正門の声、百死仏の声、菩薩の声、仏の声を聞くであろう。池田、そう、我々は仏界の声、菩薩界の声で人を救っていくのです。黙っていてはいけない。遠藤、この経文等に基づいて、天台が地獄、餓鬼、畜生、修羅、忍、天、正門、遠隔、菩薩、仏の10の境外に整理したのが実界論です。今のもを元にして天台は実界論を体系化したということなんです、実界のうちの地獄界から天界までの6つ六道は、インドのバラモン教以来の世界観に基づいたものです。バラモン教では生命が生きる場所、世界として大きくこの6つを考えました。それぞれの場所に過去世の行い、宿業によって生まれると考えていました。因果応報の考えです。業の報いによってこの六道を輪廻するとしたのです。この六道輪廻から抜け出した境外が正門から仏までのいわゆる師匠です。仏教以前の考えとしては基本的にはバラモン教だったので、天界が最高の考え方っていう感じになってた価値観だった。その時代に生まれたブッダだったと、でも天界の生活してたんですよ、ずっと、金持ちの家に生まれてうまいもん食えるし、女性たちが毎日踊ってくれるみたいな、そんな環境の中で、でもなんか足りねえっていう、いうふうに思っていたブッダがこの六道を、天界が至上主義を出て、なんか違うってことでそこの六道を出たっていうところですよね。で修行が始まるわけですよ。それが正門遠隔の2条の段階だったかなと思いますけど、徹底的に修行し抜いて仏界にたどり着くと、で仏教を説くっていうことですよね。すごいな。そういう展開ですよね、簡単に言うと。須田、それぞれの境外を見ていきましょう。まず地獄界です。もともとの梵語は奈良かで地下の牢獄の意味です。池田、今でも奈落、奈良かに落ちるというね。地獄の地は一番底を意味し、獄とは拘束され縛られた不自由さを表す、苦しみに縛られた最低の境外です。奈落なんて言いますけども、奈落の底ね。なってなんだって思ってたけど、梵語らしい、古代インド語ら、そういうことね。地獄っていう意味と、てか地下の牢獄っていう意味だったと、
まさに牢獄じゃないですか。思うようにできないんですよ。もうなんか暗闇でしょうね、本人からすれば。不自由、こういう風に振る舞いたいのに振る舞えない地獄ですよ。苦しいね。苦しいんですよ。まさに牢獄に縛られた境外、遠藤日蓮大聖人は肝心の本尊章で怒るは地獄と仰せです。怒るとは貪欲、真に、愚痴の三毒、貪人知の中の真にのことです。自分の思い通りにいかないことや苦しみをもたらす相手に対して恨みの心を抱くのが真ではないかと思います。斉藤、しかもその怒りを相手にぶつけるほどの積極的なエネルギーは少ない。むしろ行き詰まり、やり場のない怒りの情念に我と我が身を焼きながら身もだえしている、そんな境外ではないでしょうか。池田、地獄界にも種々の段階があるが、生きていること自体が苦しい。何を見ても不幸を感じる境外と言えるでしょう。生の力が極度に衰え、死へと近づいている。怒りとはそのどうにもならない生命のうめき声と表現できるかもしれない。遠藤、自殺や非行に走る青少年の生きていること自体が辛い。この世に自分の居場所がないという悲痛な声を聞くことがあります。生命空間がゼロに近づいていったとき、自ら死を選ぶしかなくなった。まさに地獄界です。胸をえぐられる思いがします。池田、誰でもいい、そばにいてあげることです。一緒にいて話を聞いてあげる。一言でも励ましてあげる。それによって苦しんでいる心にパッと生の火が灯る。自分のことを思ってくれる人がいる。その手応えが苦悩の人の生命空間をスッと広げてくれるのです。他人や世界と共にあるという実感があれば必ず立ち上がることができる。それが生命の持っている力です。だから良き縁が大事なのです。仏法でいう全知識です。いうことでね、地獄界の気持ちっていうものを知るっていうことが大事ですよ。寄り添うっていう意味でも、まだ自分でも感じたことはみんなあると思うんですよね。誰しもあるですよね、こういう苦しいタイミングって。怒りって言いますけども、修羅の怒りとは違うんですね。何が違いますか？どうにもならないうめき声って書いてます。だから何やとこの野郎っていう積極的なエネルギーはないんですよ。じゃないでしょうね。もうこの野郎って心の中で思ってて、こう恨んで相手が見てないうちに睨んどるぐらいしかできないというか、そういう境地ってみんなあると思うんですよね。相手にぶつけるほどの積極的なエネルギーは少ない。まあそうなんでしょうね。中でぐる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 してるっていうか。で、そんな感じか。いざ睨んでるところがバレたら目そらしちゃうみたいな。ほんで、なんだお前ってきたら、いや、なんもないっすとか、その人が捨て台詞吐いて去っていったら、その背中を睨むしかできないみたいな状態っていうのかな。修羅だったらやり合えるぐらいのエネルギーがあるわけだ。そうですね。それはちょっとおかしいんじゃないですかね、とかってちゃんと言えるぐらいの。喧嘩できるぐらいの方がまだなんか人間味はありますよね。でもそのエネルギーはないっていうか、辛いよね。社会を恨むしかない。また自分を恨むとかね。発散できてない状態っていうんですかね。どうにもできない、恨むしかできないっていう状態が地獄界で苦しいんですよ。これが、この怒りっていう字の怒りですよね。なるほどね。続いて、はい、自分自身の地獄を背負って。須田、地獄界の代表というと台場だったです。釈尊の弟子でありながら師である釈尊に嫉妬し、その命まで付け狙った極悪人です。斉藤、仏を迫害した因果の理法の上からも地獄界と言えるでしょう。しかし一個の人間として見た場合にも、彼はあまりに不幸な地獄の境外だったのではないでしょうか。池田、釈尊がいる限り自分の思い通りにいかない。自分の前にヒマラヤのごとく超然とそびえ立つ釈尊。台場は自分より優れた人を尊敬するどころか、その存在を許すことすらできなかった。男の醜悪な嫉妬です。その憎しみと恨みで心が閉ざされ、氷のように凍てついてしまっている。心の牢獄です。がんじがらめになって自分でその心をどうすることもできない。まさに地獄という他はない。斉藤、スターリンの伝記によると、彼は自分よりも優れた人々、際立った能力を持つ人物に出会うと、激しい嫉妬や羨望、憎しみに駆り立てられたと言います。そして平静に見える風貌の下で、彼は狂わんばかりになっていたのだ。
狭い額と凍りついたような硬い微笑を浮かべた彼の内部に自分自身の地獄を背負って彼流に進んでいくのだと指摘されています。池田、自分自身の地獄を背負ってとは見事な表現だね。誰のことも信じられず、いつ人に裏切られるかわからないと戦々恐々としている心、これ自体不信の牢獄につながれ、もがき苦しんでいる境外でしょう。自我が極限まで小さくなってわずかな空間に閉じ込められている姿です。もちろん台場やスターリンの嫉妬そのものは修羅界に通じるとも言える。また人を意のままに操ろうというのは天界のうち多下自在天、欲界の第6天という権力の魔性です。地獄界とは彼らの中にあった自分を自分でどうにも変えられない弱さと苦悩を指している。地獄は地の下にあると説かれるが、どんどん生命が重く沈んでいく境界です。例えば家庭不和で苦しむ、病気で苦しむ、嫉妬の炎に苦しむ、その苦しみをもたらした者への怒りの嵐が渦巻いている。決して自分自身にその原因があるとは捉えられない。そう捉えられるだけの生命力がないのです。故に他を恨み、他に怒る。また苦しみをどうにもできない自分自身にも怒りの炎が向けられることもある。その場合も自分で不幸の責任を引き受け変えていこうという強さではなく、無力な自分へのやり場のない恨みでありうめきなのです。斎藤、まさに不自由そのもの、獄にとらわれた境外です。池田、反対にたとえ身は牢獄にあっても人間の尊厳を信じ民衆を愛する人は心は大空のように広がっている。日蓮大聖人しかり牧口先生、戸田先生もそうであった。南アフリカのマンデラ大統領も地獄と呼ぶほかない牢獄で1万日27年半を過ごされた。それを支えたのは人間の尊厳を勝ち取ろうという不屈の信念です。1時間が1年のようでした。この言葉の実感は獄中生活を体験した人でなければわからない。それでもなお大統領は人間への温かい眼差しを失うことがなかった。そこに人間としての偉大さがある。斎藤、人が逆境にあったり困難に直面すると、ともすると自分一人が不幸であるかのように思って他の人を恨み、社会を恨み、自分の殻に閉じこもってしまうことがよくあります。仏法でいう地獄とは、与えられた境遇や環境にあるのではなく、むしろ環境に振り回され、支配され、そこから一歩も抜け出ることができない生命力の弱さだと思います。池田、そう、他のどこにあるのでもない。日蓮大聖人は、そもそも地獄と仏とはいずれのところに候ぞと尋ね候えば、あるいは地の下と申す経文もあり、あるいは西方等と申す経も候。しかれども異彩に尋ね候えば、我らが五尺の身の内に候と見えて候。さもや覚え将来時は、我らが心の内に父を穴ずり、母をおろそかにする人は地獄その人の心の内に候と仰せです。心の中にあるのです。だからこそ心を変える以外に幸福はないのです。地獄界でした。地獄界でした。台場だったとか、基本的には修羅というね、ところだったんですけど、修羅なんですけど、どうにもならないっていう不自由から来る怒りっていうものが地獄界っていうふうに説明されてましたんで、かなり修羅と、関連性はありますけど、台場だったの場合は結局釈尊にそういう言葉にできない怒りみたいなのがあって、それは嫉妬ですよね。だけど釈尊に直接言うほどのエネルギーはないので、岩を落として殺そうとしたりとかしてた。結局怒りっていうのは言葉にするほどのエネルギーはないけど、この人と接すると自分は地獄に牢獄に閉じ込められたような感覚になる、俺を不幸にしてくる人だから言葉にはできない、でもこの人が邪魔だ、俺を不幸にしてくるからってなって殺そうっていう発想になるということですよね。ね、雑魚ムーブじゃんいわゆる世間的に強いって言われてる人も、その人よりもより強い人が現れた場合、不自由を感じてしまうんですよね。地獄を感じる。
まあ自分の立場がねある程度脅かされるっていうような恐怖心から来るとかもあるんでしょうね。そう、それがスターリンとかでしたね、まあ、共産主義社会主義はどうしても構造上そうなるっすもんね。自分が一番トップじゃないと言えないみたいな考え方だと、自分より優れた人が現れると、まあ嫉妬とか、あとは権力体制がこう揺らいでくるともう命の危険がありますもんね、ああいう共産系の組織って大変だわ。あれは常に誰かになんかこう命を奪われるっていう危険性をはらんだ役職ですもんね。だから、まあ、共産主義とかの体系の問題点の話になってくるけど、まあ今としてはあれですね。だからどんだけ二条とか賢いような生命力も強いみたいな人がいたとしても、生命力が菩薩みたいな人に現れた場合、地獄を感じるんですよ。だから関係のない話じゃないんだよね。今、帰ってくる場所が地獄界っていう人は本当に辛いと思いますけど、帰ってくる場所が六道を抜けて正門になったとか二条になった嬉しいなっていうふうに思った人がいたとしても、自分より優れた人に現れた場合、結局地獄界はまた現れるよっていうことです、これは一言じゃないんですよね。でしょうね、言葉にできない怒りっていうもの、そうなった時にこの人を排除しようかっていう発想になるか、いや負けねえぞっていうふうになるか、すごいなと尊敬できる心が生まれられるかっていうのを、自分よりすごい人を見てもその人のうちに仏界を感じられるか、ここがポイントになってくるんで、結局仏界教じゃないと、そういう場面に陥った時に人を傷つける。あらら、そうなっちゃうんだよね。難しいな。勉強してなんとかなるもんですかね。だから勉強がここが問題なんですよね、勉強して自分より勉強できる人が現れた場合にすごいなって思えるか、このクソ野郎って思うかっていうところって勉強だけだとちょっとあれだよね。まあでも勉強は大事。いや間違いなく大事だと思う。てかその勉強の中に仏教を入れたらええんちゃうっていう話ですよね、仏法の勉強もちゃんとしたらっていう、そうすれば抜け出られるんじゃないかな、そうよね。テストのね点数取るだけの勉強はみんなするけど、そうなるとやっぱり高い点数取った人の方が偉いっていう価値観になっちゃう、まあ、目に見える成果としては得やすいからね、大事なんだけど、大事ではあるけども、もっと大事なことあるよねっていうね。大変だなこれは。これは関係のない話じゃない。やっぱ実家獄だから、あらゆる人に関係のある話だから、地獄界はゴグですね。ゴグ、正直なところみんなあると思うんですよね。怒り、この地獄界の怒りっていうのは言葉にできない、組織に所属していれば上の立場の人に対して怒りっていうものを覚えたことはみんなあるんじゃないのかなと思うんですよ。上の人からすれば実力のある小生意気な下が出てきたら怒りを覚えることもあるんだよね。上からも下からもあると思いますけど、みんな関係してる、何かしらね絶対あると思う。その時に自覚できるかなんで、あ、これ怒りだなって、地獄界の怒りだなって、それを自覚できるかできないかでやっぱ全然違いますよ。でしょうね。いかん、怒り出てるわ、てかこれが怒りかと思って、その自分の怒りの生命をご本尊にぶつけていって、これを粉々に砕いてもらうというか成仏させてもらうんですよ、でちょっと楽になってくるわけだ。自分のこの怒りっていう生命と向き合うことに、そうやって精神を落ち着かせるというかいう感じで徐々にこう境外が綺麗になっていくというか成長していくんですけどね、だから信心で大事だなっていうことを言ってるんですけども、本当ちょっとメタ認知できるとなんか冷静になれますよね。そうですね、メタ認知ですね、今ね先生言ったみたいにちょっと今自分これ怒りだなって認識するってまさにメタ認知じゃないですか。ちょっと俯瞰して自分自身の心を見る、それがどんどん高くなっていくっていうのが、ある意味境外の一つの解釈の仕方って言っても過言じゃないなって僕は思うんですけどね。いいこと言いますね。いいこと言った？今我々が勉強してるのはまさに自分の境外をメタ認知するっていうかことだと思うんですよ。しかもやっぱ地獄界ってあんまメタ認知したくないっていうか認めたくないところだと思うけど、確かにね、でもこれを認めることから始まるんだよっていう。だって一番そこの境外だもんね、誰にでもあるし誰にでも体験したことはあるだろうし、蓋しちゃダメよって。そう地獄と仏界は表裏一体なんで、地獄が成仏されきるとめでたく仏界と、いうことなんでね、自分の地獄界とともどもに向き合っていきましょう。
お昔あれがあったよね。ナルトのワンシーンだよね。先生ナルト見てない？ナルト見てなかった。ナルト見てないか。影のナルトが出てくるんですよね。絶対倒せない。全くもって自分と同じ能力で。だけどある時にナルトがお前も俺だったんだなってこう受け入れるようになったら、その影が消えたっていう。なるほど。さらに強くなった。深いね。あれはいいなと思ったけど、今つながった。なるほどね、地獄界の怒ってる自分も自分なんだよと。そう、認めたくないんじゃなくて、それも自分なんだと。それを認めて受け入れて、で弱さも認めれたからこそ強くなれたみたいな、そういうシーンがあったんですよね。いいこと言った。いいこと言ったこれだ、今回の動画で言いたいことはそれだった。お弱い自分を認めるっていうところですね、認識して認めて受け入れて、やっと改善できるよねって。そういう内容でしたまとまっちゃったまとまっちゃったよ。今日はこの辺で。はい、お疲れ。おつもど。